皆さんこんにちは。ハイテンション外人のハイガイです。ということで皆さん、アニメシリーズ悪魔城ドラキュラキャッスルバニア見ましたか？いや僕もね実は見たんですけど、これが結構いいのよ。ほんまにいいんですよ。このアニメはネットフリックスというもので、公開されまして、で、1話30分間で4話シーズン1としてリリースされました。結構短いんですけれどもすごい人気で、もうすでに第2シーズンが確定して、さらに倍の8話追加されるらしいんでね、すごい楽しみなんですよ。で結構いい言うんですけど、ちょっとストーリーの方をね説明させていただきたいと思います。舞台は中世ヨーロッパ。ドラキュラ伯爵の館のところに女性が登場する。私科学のことについて知りたいの。うるさい、帰れ。いや私残って科学のこと勉強するの。大好きだ、結婚しようってな感じで、ドラキュラと女性がいきなり夫婦関係の中になるんですよ。そしてさらに数十年いきなり過ぎまして、いきなり女性が魔女狩りの対象として燃やされるんですよ。そうなんですよ。展開ちょっと早すぎません？5分ずつやで。5分いきなり結婚しようになって、いきなりさらに5分で私焼かれるの。すごい半端ない展開の速さですけどね。それは展開の速さは置いときまして、女性結局妻の方がね焼かれるんですよ。で焼かれてる時に、あなた人間を恨まないで、この人たちが何をやってるかわからないの。燃やせ燃やせ燃やせ。そして女が燃やされてる間に、その間にドラキュラが何をしていたかっていうと、いや旅行楽しかったよ。わあ、俺の館が。妻はどこ行ったの？妻の方は燃やされてしまいましたよ。なんだって許さんぞってことで、妻を燃やした人たちの元に火の化身として現れるんですよ。よくも妻を殺したら、1年後に君たちをぶっ殺してくれる。その間に逃げな。じゃないと殺すぞ。逃げた方がいいで。殺してやるから。おう。で何気に妻を殺した人たちに何気にちょっと慈悲深いドラキュラさん。僕だったらねぶっ殺してやるよってなるんだけど、結構慈悲深いのよこのドラキュラさん。でもそんな慈悲も虚しく、教会の人たちはもうめちゃくちゃもうドラキュラなんて信じないよ、私たちは何もしなくてだって何もしないのね1年間。俺だったら怖いけどね。でやっぱり1年後になると教会の人たちが、やっぱ1年間何も起こんなかったってやってる間に、1年待ったぞ、はい、じゃあ皆さん殺してやるでみんなぶっ殺されてるんですよ。バカじゃねえの。めちゃくちゃみんなどんどんいきなり殺されていくんですね。大変やで。で皆殺しのシーンの描写がすっごいグロテスクなんですよ。ほんまにグロテスクがあまり苦手な人は見れないかもしれない。老若男女みんな殺されていくんですよ。でそれも描写されるんですよ。子供がちょっと外で殺されるとかじゃなくて、子供がキャーってやってる時ダーンって怖いめちゃくちゃ怖い。すごいところでね。でもね逆にある意味ちょっとスッキリするよね。だってドラキュラさんの妻殺されたら、こいつら死んでもええやんかって思ったりもするからね。ある意味ドラキュラゴーゴーみたいなね。なぜかドラキュラの方を応援したくなっちゃうんですよね。でこんなことが起こっている間に、我らのヒーローベルモント家は何をしてるかっていうと、バーで飲んだくれてるんですね。イエーイ。4話のうち最初の1話は、ドラキュラがなぜ人たちを襲うのかっていうのを描写して、で最後の3話は、トレバー・ベルモントメインのストーリーになっております。でこのシリーズはネットフリックスでしか今現在見ることができません。ただアメリカ産でございますけれども、日本語でも見ることができます。で日本語の人たちもちゃんと吹き替えができてるんで、皆様心配しなくてもで、キャラクターやストーリーは悪魔城伝説をベースにしているらしくて、やはり悪魔城伝説のキャラクターたちが結構次々に登場していくんですよ。ただ主人公の名前が日本語のラルフっていう名前ではなくて、北米版の悪魔城伝説のトレバーっていう名前から来てるんですよね。でさらに悪魔城伝説では登場したグラントがこの最初の4話では出てきてないんですよね。その他の人たちは結構出てるんですけど、最初の4話にグラントが出てないから、そこがちょっと気になるよね。ただ
シーズン2では8話もあるからね、どんな感じでストーリー展開していくのか、グラントが登場するのか、その他にもいろんなキャラクターが出てくるのかっていうのもちょっと楽しみにしてるんですよね。やはり4話だけだとやっぱね、ストーリーがちょっとね、急ぎ足になっちゃってる感じがあるんですよね。もうちょっと時間かけてほしいところがいくつかちょんちょんありました。でも、やはりね、やっぱ4話だけですからね。だけど、シーズン2では8話もあるんで、どういう風にストーリー展開をしていくか、どんな感じでキャラクターをね、肉付けしていってくれるのか、ちょっとそこら辺は気になりますよね。ぶっちゃけ言うとね、ちょこちょこキャラクターは出てきたんですけど、なんだろう、すごい、気になるっていうか、まあなんだろう、親近感湧くキャラクターっていうと最初のドラキュラ以外はあまりいないんですよね。なんで本当に大シーズン2でもうちょっとキャラクターの肉付けしてくれると嬉しいなって僕の願望でございます。でも最終的にこちらの4話すごい楽しめました。ほんまに逆に楽しめたっていうよりも、早くそのシーズン2の8話を出してくれないかみたいな感じで待ち遠しくなった感じだね。なんでまだ見てない人たちぜひ見てみてください。しかもネットフリックスでしか見れないと言いますけれども、現在1ヶ月間無料キャンペーンみたいなことをやってるらしくて、とりあえず1ヶ月間無料でネットフリックス入って悪魔城ドラキュラキャスルバニアを見て、でキャンセルするっていうのもまあありなんじゃない？リトルウィッチアカデミアとかも見れますし、いいんじゃない？映画もいろいろ見れるんで、まあ参加しちゃってもいいんじゃない？僕はもう思ってるんでね、皆様のために。ということで、これが僕の、悪魔城ドラキュラキャスルバニアについてのちょっとした意見でございました。なかなか面白かったんですけどもね、皆様もし見たことある方はどんな風に思ってますか？コメント欄でね書いてください。他にも僕いろんな動画もアップロードしてるんで、ぜひ登録してくれると嬉しいな。いろんな動画も見てくれると嬉しいな。でしかも Twitch っていう生放送配信サイトで週5日ゲーム配信もしておりますんで、それもチェキラッと。では皆さん、今日も見に来てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。